にちは。今回は鬼滅の刃柱稽古編第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。亀川流の修行であったな。もう柱になれるよね、炭治郎。柱になったら墨柱かな。いつの間に角の柱よりも強くなってるやん。まるで筋肉マンみたいな成長だよ。これ合格できた他の隊員いるの。玄也がそうなんじゃね。岩を動かすよりも岩を切る方が不可能な気がする。善逸は寝ぼけながらやったら岩動かせるやろ。玄也のキャラ設定おかしいだろ。初登場した時炭治郎に茹でられてたぞ。炭治郎の優しさに触れて穏やかになったんだよ。元から別にギスギスしたやつじゃないし。玄也は本当は優しいやつなんだよな。泣けてくる。そういえば一番まともな会話してるな。イノシシや黄色頭とかまともな会話一つもないもんな。すぐ発狂して会話にならんもんな。玄也は本当はいいやつだし、炭治郎がかばってくれたらそら心開くわな。心を燃やせ。俺もよく心の中で使う。あざ、発言。伊之助が負けを認めるのは珍しい。最初ちょっと動いたらあとは楽なんだよね。静止摩擦係数と動摩擦力係数。ドラクエ山で岩を動かすことってあるけど、勇者すげえな。これでゾルディック家の門を通れるな。炭治郎も柱クラス。岩さ、転がした方が良いんじゃないか。はじめに出てきた丸太に乗っけて転がすが正解かな。そういうトンチを聞かせてクリアしても意味ないんじゃね。強くなるための修行なんだし。親方様がそろそろやばい。後にはか、終わるの早えな。山を降りた時に炭治郎の剣は音を置き去りにした。玄也ってあんな性格じゃなかったよな。喧嘩売ってきてたのに仲良くなったのか。焼きおにぎり、うまそうだったな。本当に美味しいおにぎりはあんなに三角形してなくて、もっとふっくらしてるよな。それはいいとして、やっぱかまぼこが揃ってる方が面白い。丸いおにぎりは食べにくいだろ。程よく兄寄りで盛られてて、テンポよく見れたな。やっぱりかまぼこ揃うといいね。おにぎりは丸い方がいいと思う。岩を動かしただけか今回。炭治郎は魚を焼くのもおにぎり作るのも上手か。飯をうまそうに食うアニメは神アニメ。ラキタもドーラばあさんのハムの食い方うまそうだった。焼きおに食べたくなったわ。岩を動かすだけで大げさな作画と劇版に草。花江くん、今までで一番絶叫してて草。岩柱、誰にでもできる簡単な修行です。楽とは言っていない。岩を押す修行ってドラゴンボールでやってたなーってのを思い出した。そう考えると今の炭治郎の強さは亀仙人の元で修行してた頃の極太刀くらいはあるってことかな。足が後ろに下がっちゃうならどんなに鍛えても物理的に押せるようにはならないのでは。重心が高いと体が空いて足に力が入らない。相撲で大きい力士が倒される時もそう。あの岩を動かすのに甘露寺さんだったら、どうする？余裕だぞ。ニコニコして運べるだろう。甘露寺さんは怪力だ。恋さんはなんなら持ち上げてしまうのでは。玄也の性格変わりすぎ。あとこの岩押すやつ、忍ができるのかよ。脱ぐとみんなと同じで、ムキムキの女性ボディビルダーみたいな感じなのかな。善逸が気絶しましたってところはロタ。善逸、あれだけのスピードが出せる脚力があるのだから、あんな岩は動かせるだろう。一気の子らみたいなギャグが3つトコトコって流れるやつ、懐かしかった。技術指導もしない、救助もしない、岩柱いる意味あるのか。後ろから見守ってナムナムしてるから、何かあったら助けに来るのではないか。あれ玄也を見ていただけでは。岩を動かしただけか。今回炭治郎は魚を焼くのもおにぎり作るのも上手か。おにぎり三角はいいとしてもあれは角ありすぎ。おにぎりの達人なんだろう。全集中。ぎょっこのタコツボ地獄の時、妙にたこ焼き食いたくなった記憶。おにぎりの鋭角なとこは気になった。そうはならんし、そもそも料理上手のおにぎりじゃないよ。けど、かまぼこも揃ってたし、玄也も仲良くなってて楽しかった。
やっぱりかまぼこ揃うと面白いわ。玄也が一番常識的な友達になるとはな。おふくろ言われてるシーン入れてくれたのは嬉しかったわ。修行ドロップアウトありなのか。宇髄さんのところで辞めた大使はロシア兵並みの肉壁にしかなれなさそう。岩まで来た人が後方支援はもったいない気がする。風までクリアしたんでしょう。カナオをはじめすでに岩の稽古まで終了した大使が何十人かいると信じたい。岩も火あぶりはなしとか手加減はしてるんだな。風も一応あれでも手加減はしてるのかね。風の稽古を5体満足で通過したイノシシが岩の稽古で心肺停止していた時点で明らかに岩の方がやばい。確かに村田さん、岩まで来れるってそれなりに有能なんだな。炭治郎世代が化け物すぎるだけか。カラスがフリーザ様で笑った。カラス中尾さんだったの。一瞬すぎて全然話題になっとらんやん。中尾流星は極古の候補で名前が挙がってたが、カラスで出演したか。ベテラン声優はみんなカラス域かよ。野沢さんも出たりして。泣き目は人間時代は通り魔殺人の常習者だった。ある時無惨様を標的にしたところ、返り討ちに愛をにされた。泣き目の前にいちいちソファを持ってくる無惨様、自分で持ってきたのかね。この無惨様の兄よりから察するに、親方様と無惨様の開口まではありそうだな。ぬこかわいい。姫島さんはゴミが散らかってるのを見るとって盲目の設定完全無視かよ。風のこそこそ話はやるのかね今回で。最後の箸休め会と思うと感慨深いものがあるな。ついに無限上編へ。炭治郎が作った焼きおにぎりや焼き魚見たらお腹空いてきた。海外に焼きおにぎりがバレてしまったかもしれない。1話丸々筋トレしてるだけなのに面白いのおかしくない。久々にご長男善逸伊之助のトリオが見られたのは嬉しかったですね。来週は鬼殺大最強なのに人気投票の振るわない岩柱の掘り下げを切実にお願いしたい。最後の稽古は再び基礎体力づくり。姫島さんもとんでもないけど、炭治郎も順調にその域に向かっていっているんだよな。もともと狙っていたのかは疑わしいけど、結果的にこの一連の稽古は大使同士の絆も深める役割を果たしている。また様子のおかしい柱の登場。伊之助はなかなか気合入ってるのだけど、善逸は大使のモブと活躍が同じくらいな気がした。笑い。炭治郎の綺麗なおにぎりや焼きおにぎりを買った炭治郎嫁にください。だけどやっぱり炭治郎はかっこいいな。鬼殺大最強と噂される姫島の稽古だけあって、やってること自体は過酷なんだけど、善逸と伊之助の存在によってコミカルな描写が多くて笑いました。あと、炭治郎の中で煉獄さんの言葉が生き続けていることにグッときたし、いかつい見た目で優しい玄也と炭治郎の絡みにほっこり。久しぶりの3人集いになんとも和む玄也との会話だったり、食事の支度に家族を思う炭治郎だったりと、染み入る場面が多い良いエピソードだった。誰を思って戦うのかを改めて問う構成がしみる。姫島さんのところでの修行、滝行、丸太を担ぐ、大きな岩を押す、かなりハードな内容。久しぶりのかまぼこ隊のやりとりが和む。あと炭治郎の作ったおにぎり美味しそう。感情を力に変える反復動作。大切な人の顔を思い浮かべる。そして煉獄さんの言葉を。空の境界やフェイトもそうだけど、 UFO テーブルは夜の描写が卓越していて、その強みが鬼滅鬼の設定ともマッチしているんですよね。その一方でこの作品で UFO は朝日の圧倒的な強さと美しさも表現している。無限列車編のラストもそうでしたね。6話にして本編に無惨様ご登場なされた。オープニング本編エンディング無惨様てんこ盛り会は記念日。足首の後ろ姿すらお美しいって何。私劇場版家で見てた無惨様お目目綺麗すぎない。これ劇場版。あと玄也くんの春日井カラスフリーザ様とか豪華すぎない。どうした？玄也、お前めちゃくちゃ丸くなったな。かわいい。ってなっちゃった。伊之助もだけど、こういう丸くなり方可愛くてずるい。男子たちを丸くさせていくのも
炭治郎のママ力か。料理できる携帯相談師炭治郎。焼きおにぎり待ってる伊之助も可愛かったな。村田さんもここまで来れてるのすごいよ。アイキャッチ懐かしいな。3人集まった感あるね。炭治郎と玄也が仲良くなっているの、やっぱりいいな。こういう変化すごく好き。無惨と泣き目、ここで来たかと思ったら、原作通りだった。最後の無惨のセリフは、伏線よな。そして次週は姫島さんの過去、覚悟しておかねば。泣き目に成長したと褒める無惨様。レアなの。鬼殺大最強らしい姫島の稽古で、リアル岩叔父に挑戦する炭治郎。でも岩は微動だにしないの。そんな中、玄也の助言を受けるの。相談したり、語り合ったり、出会った当初からは想像できないくらい仲良くなってるの。いいね。やっと伊之助も登場して、いつもの3人の様子が見れた。いつも通り善逸面白いし、伊之助は純粋で面白いし、炭治郎は真面目で、この3人のペアが一番好きよ。玄也の助言のおかげでもあるけど、炭治郎街は動かせたの激アツすぎる。ここまで来れてる村田さんほか数名も相当すごい。何人か挫折して去っていくシーン。原作は少し悲しいけど、アニメだと炭治郎の言葉に救われてて、A シーンに変わってるのが嬉しい反面、この先がまた辛くなる。玄也が良い子すぎて泣ける。初期はあんなトゲトゲしてたのに。岩柱の下で行われる修行は、シンプルだけどすごく厳しいものになっていて、脱落者が出るのも致し方なしですが、そんなこぼれ落ちた仲間にかける炭治郎の言葉が、彼らを腐らせないものでほんと素晴らしい。無惨の討伐を自分の手で行うという、強い当事者意識を持ってるから、言えるんでしょうね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。